今回は WBC がアベマで中継される予定らしいけど、乃木坂から影山枠に送り込むには誰がいいと思う？に対するオタたちの反応をまとめてみました。それでは、どうぞ。一番野球に詳しい子。影山には乃木坂何人束になったって勝てないから無理。てかサッカーなら外国同士の試合でも見たいと思うけど、野球で外国同士の試合って見る気しないよな。サッカーと違って外国人のスター選手が誰なのかわからないせいなんだろうけど。まともなリーグがアメリカと日本と韓国くらいしかないのがな。黒民語だろう。詳しい解説が聞ける。久保、柴田、小川あたりに今からでもいいからもう勉強させろ。葉月しかおらん。喋れないといけないから久保一択だけど影山みたいに暇じゃないから無理だろうな。立場的に葉月なんだろけど、無理やな。時間あるだろうしもう勉強して知識入れれたとして影山みたいな大本外での立ち回りは葉月には無理だと思う。サッカーの影山はあんなに詳しかったのにと比較される運命。柴田さんいけるだろ。新成人でドライブ行きたいアイドル4位だからね。野球好きの乃木坂メンバーはセリーグには弱いんだよね。この前この動画見て驚いた。スピリーグ2022黒見遥まとめ、途中でゲストから解説側になりました。一つのスポーツをここまで知ってて話せる20前後の女性はあまりいないんじゃないか。アイドルって枠で見たら希少性はすごく高いと思う。まあでもゲームと本物は違う。少なくともペナントレースを全試合チェックするレベルでないと解説者に負ける。解説者との勝ち負けを競うの？そのレベルでないとその席は勝ち取れないということ。おま理論。では解説者に勝てるアイドルを挙げてくれ。それと動画の内容を見てないようだけどゲームについて語ってないだろ。通常の今シーズンの中での各選手の特徴について喋ってないか？いないから、そのポジションの人は出てこない。実際の社会では現実的なベターな案を採用していくんだぞ。引きこもってるからこじらせて、他人を否定する俺かっけーってなってるのか？代案のない反論、現実を無視したいきり、こういうのは中学校で卒業だぞ。誰がやってもありきたりのことしか言えないから置物に徹した方がいい。ミサセンから現地の現代情報を流してもらおう。日向坂の野球枠はこの人だろうな。この子はプロ野球が好きではない。プレイするのが好きなだけ。坂道で最も野球の楽しさを知ってる、ってことになるじゃないか。プロのレベルはそんな次元ではない。プロ野球全然知らないからこいつ使えないぞ。野球&サッカーマニアとして言わせてもらうと薄い知識で来る人は逆にイラッとしてしまうからやめた方がいい。まあ野球って世間的にサッカーより女子人気ないと思われてるから、アイドル出すとしても花を添える程度でいいんじゃね。マニアックな解説なんてアイドルに期待されてないし。それでいいなら、それこそ日向坂の山口になっちゃうだろ。その子は少なくとも選手の名前と顔が一致してない。影ちゃんみたいに国内だけじゃなくて海外の知識もないとサポーターなんか絶対無理やろ。そんなメンバーの乃木坂に今は一人もおらんし。まあ、いろんな選手の特徴をデータで掴んでてモノマネまでする黒民が坂道だと一番なんだろうが。プロ野球ニュースの女子アナになるんでないか？やっぱり。影山レベルはそれこそ10年単位での蓄積とそれを整理分析できる頭脳があって初めて成立する芸当。猿真似しても火傷するだけだから、野球の仕事が来たら初心者ですけど大好きなんですくらいの謙虚なスタンスで行くべき。万が一にも語ったりしてはいかん。野球の場合は影山と違って愛嬌あるタイプじゃないと偉いことになるよ。久保ちゃんが周りの元プロの意見に相槌打つくらいでちょうどいい。黒民はゲームが主で、モノマネもゲームのキャラの真似をしてるんじゃないかな。リアル野球も見てるのかな。見てないんだよね。でもデータでこの投手はツーシームが速い、フォークが落ちるなどパラメーターでほぼ暗記している。打者なら足の速さ、長打力、ミート力など。そもそも、野球未経験者にはハードル高いのよ。なんでここでカーブを投げるのか、
なんでここでスライダーを投げるのか、なぜ内角外角と散らす必要があるのか、その辺は野球経験者じゃないと感覚的にわからないから。野球は解説者がおっさんだから聞き上手だったら誰でもいいわ。なので真夏さん。実際のところは、もし呼べるなら江藤かもな。久保はただの楽天ファン、柴田はただのロッテファン。向井はただの西武ファン、影山ポジションは無理。これ。野球全般を影山並みの知識を持って語れなければ叩かれるだけ。影山でも叩かれるのに影山以下なんて出してはダメ。プロ野球選手の嫁を呼ぶことなんてねえよ。元野球担当アナウンサーの嫁がどれだけいると思って言ってるんだ？普通に日向坂の山口になりますけど？なんで影山が開拓した枠を乃木坂がもらえると思ったんですか？中居正広ほどの熱狂的野球ファンですら、所詮は草野球やってた程度の実践経験しかないから野球を戦術として語ることはできなかったでしょ。サッカーは実践経験なくても戦術を組み立てることができるけど、野球は実践したものにしかわからないことが多い。プロ野球の監督は 100% 元選手だけど、サッカーの監督は選手経験ない人も多い。飛び抜けた知識がないなら知識のある野球番組のキャスターでいいしそうでないなら知名度のある女性タレントでいい。久保ちゃんやろ。久保とかにしても日本の選手しか知らないし、無理だろ。女で大谷以外のメジャーリーガーにも詳しいやつなんて聞いたことない。久保しおり ANN 休んででもやりたそう。影山は2年前の復帰から着々とサッカー界に根を伸ばして人脈を広げ、1年前からバラエティ番組の方でも知名度を上げた結果の今回だから、乃木坂が野球界に食い込むには、次のオリンピックや WBC を視野に入れた息の長い活動ができる若いメンバーが適任だな。ということで、いろは、野球始めろ。久保、柴田、向井はひいきのチームに詳しい普通のファン。特定のチームを応援はしてないプロスピガチ勢の黒身の方が情報量は多いかもしれんね。プロスピ育ちの黒身が、乃木坂ナンバーワン野球の右折はそうじゃね。影山レベルは無理だよ。賑やかしゲストに単発参加できればラッキーくらいでいいような。久保、向井、柴田、黒身の4人は何かしらの仕事入ると思う。影山オタが12月に何度も言ってたけどたとえグループの中で人気がなくても今の時代のアイドルは外仕事村人気なそうだ。だからエースの小坂より影山の方が芸能的にすごいってさ。だから予選から見とけって言ったのに。予選から一人で話題にしてや 100% 声かかったよ。9月だからワールドカップよりも前。今やったところで影山の真似でしかない。チェコは EU の中でも、長打力がなんて言えるやつは皆無。なんか実況解説レベルの話してるけど試合前後と合間にちょろっとコメントするだけだろ。考えると影山のハードルって高いな。野球で言うなら日本代表の選手全員把握してメジャーにも詳しい女ってことだろ。そんな女タレントいたら重宝されるわな。乃木坂にそこまで熱心に勉強してるやつはさすがにいないだろ。何から何まで詳しくなくても趣味が外仕事に繋がってるならそれだけで十分だと思う。というか自分のグループに仕事増やしただけで立派。久保ちゃんとか野球見たくても忙しすぎて見てる時間ないでしょ。甲子園の決勝も CS も日本シリーズも仕事しててリアタイできなかったとか言ってるくらいだし。演技仕事やってる間は家に帰ってもセリフ覚える作業が必要になるからなおさら無理。野球はサッカーと違って女芸能人のファンがもともと多いから割とレッドオーシャンだからな。現に坂道でもサッカーファンより野球ファンの方が多いし。バスケのワールドカップ今年日本でやるから食い込みに行けよ。経験者が神奈川、弓木、池田。面白いメンツだと思う。久保も向井も柴田も黒見も言ってたけど自分のミーグリに野球好きな参加者増えたって。趣味が仕事なつながり金落としてくれるオタが徐々に増えつつあるからこれだけでグループにとっても本人たちにとってもプラスになってるし。影山は詳しかったけどサッカー人気ってワールドカップやってる間だけだからな。それ以外の時は J リーグとか一般人は誰も興味ないから無意味。残念ながら WBC も日向かな。
久保向井がいくら詳しくても実際野球やってた山口パルヨになるんじゃないか。なんとなく乃木坂野球部プラス神奈川はパリーグには認められてる感はある。民語爆進出の風が吹いてるな。とりあえず里崎さんの件もあるし何人かは始球式に呼ばれるんではないかな。アンダーの葉月や黒民呼ばれると嬉しいけど。柴田さんは呼ばれるわ。NHK も番組持ってロッテのこととかやっていたからね。ロッテもトップアイドルの乃木坂が絡んでくれたらファンも増えるからメリットがある。まあ柴田さんだけだな、向井と黒見では弱い。野球解説陣に先輩風吹かせる黒民一択。影山はサッカー経験もあるから。野球経験のない女子がなんか言っても説得力ないし共感も得られない。野球はマニアックなおじさん芸能人が多すぎて入り込む隙間がほとんどない。もし野球仕事を独占したいならば NPB と MLB の試合を毎日見てセイバーメトリクスを把握しデータを活用できるくらいにならないと厳しい。置物なら可愛ければ誰でもできるけど影山並みにブレイクするには野球はハードルが高すぎる。以上、WBC がアベマで中継される予定らしいけど、乃木坂から影山枠に送り込むには誰がいいと思う？に対するオタたちの反応でした。野球の外国選手とかマジでわからん。影ちゃんレベルでブレイクはハードル高すぎだな。よければコメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。